どうも、ゆういちろうです。今回は、現在デザイナーってシンプルにどれぐらい稼げるのかというお話をしようと思います。そもそもなんですが、初めに断っておきますと、収入ありきでデザイナーになるっていうのは間違ってますね。どんな職種でもそうですね。収入というのは基本的に自身の影響力と信用に大きく依存します。なので、デザイナーであろうがなかろうが、上記の項目によって稼ぎは決まってきます。これらを高めるということに注目すべきで、ゴールに収入を持ってくると、おおむねね、ブラックな、ちょっと悪い人間に陥りがちで、必然的に大切な信用ってものを失いやすいですね。ただそんな答えだと元も子もないので、元に戻りましょう。収入とは、影響力と信用を可視化したものだという前提で、お話をしますと。あとね、デザイナーといっても多種多様なので、ここでは自分が主戦場としている、グラフィックデザイン、ウェブデザイン、UI デザイン、UX デザインあたりに絞ってお話をしようと思います。データっていうのはね、求人box.com さんの調べで一応記載してます。どのサイト見ても大体こんなものかなという、自分の肌感覚的にも大体平均的にこんなものかなっていう収入で記載して、お話ししていきます。はい、まず一つ目、グラフィックデザイナーの収入。グラフィックデザイナーの定義としては、雑誌の広告やポスター、チラシ、商品パッケージなど、主に印刷物のデザインをする人のことを指すとします。はい、では年収ですね。平均年収約400万円と。引くって思った人、そんなもんやなと思った人もいるとは思うんですが、あくまでこれ全国平均ですから、ただですね、大手広告代理店、電通とか博報堂とかですね、とか、大手コンサル会社、アクセンチュアなんかですね、の、クリエイターのデザイナーなんかは、30代で1000万に届いたりします。あとですね、サラリーマンの場合というのは企業の規模にね、依存をかなりするんですね。で、あとは、フリーや起業したデザイナーっていうのは相当ピンキリが激しいです。で、あとはそのデザイナーのいる業界ってものにかなり、依存してきますと。この3つっていうのは、この後全てのデザイナーに共通しますので、よろしくお願いします。はい。続いて Web デザイナーの収入。ウェブデザイナーの定義としては、もちろんウェブサイトのデザインを行う人ですね。もしくは、そのデザインをもとに HTML とか CSS などの言語を使用して、実際にウェブサイトを制作する人のことも指しますね。基本的にデザインをしてから、コードを組んでいくっていうような人もウェブデザイナーに入れていますと。平均年収で言うと、もう約423万ですと。グラフィックデザイナーよりもやや上ですね。ウェブデザイナーって言っても得意分野は違ったりするので、コードも書けるとか、動きもつけられるとか、ただ絵作りはできませんとか、いろいろいるとは思うんですが、その中で変動はあるとは思います。続いて UI デザイナーの収入。UI デザイナーの定義としましては、ユーザーと製品、サービスとの接触がスムーズにいくデザイン。簡単に言ったら、使いやすいデザインを実現する人ということとします。平均年収で言うとこちら、約525万円ですと。上記、先ほどの、グラフィックとウェブのデザイナー2つに比べて、急に跳ね上がりましたね。デザイナーのニーズってものがこちらに向いているってことが伺えますね。テクノロジーが加速的に進化していく昨今ですね、すべてのテクノロジーと人間の間に存在するこの UI デザイン、ユーザーインターフェースですね。っていうものは、今後ますます需要はあるとは思います。スマホがデバイスとして時代遅れのものになったとしても、必ず別のインターフェースは存在しますよね。そういう意味ではスマホのデザインができればいいんでしょって考えはまず通用しないですね。常にテクノロジーに左右される職種であるという見方も、一方ではありますと。はい、続いては UX デザイナーの収入。UX デザイナーの定義としては、ユーザーが製品やサービスを使った際に得られる体験を設計する人のこととしますね。はい、平均年収で言うと約580万円ですと。UI デザイナーよりも高額とはなりますね。僕の YouTube 講義でもお話ししている通り、UX デザインの扱う範囲っていうのがいわゆる広い意味でのデザインに属していて、今いろんな企業に求められているニーズの高いデザインだから、収入も必然的に増えてくると。
UI と同様ですね、それ以上にリサーチとかマーケの知識も必要になるためにですね、かなり幅広い経験が必要で、かつ一案件で関わっているフェーズが長いですね。最初の要件、ヒアリングに行ってとか、課題を探してとか、要件を定義したりとか、分析して、情報設計をしたりとか、でもかなりフェーズが多いですね、関わるフェーズが。僕のいる会社でもですね、UX デザイナーっていう肩書きの、人はですね、各フェーズに柔軟性高くジョインできるので、引っ張りだこですね。ここまで書いておいて何なんですが、さっきまでのね、デザイナーの額っていうのは本当にあくまで平均値なので、条件によって相当変動しますね。はい。で、僕も含めてですね、デザイナーを束ねるアートディレクターという役職もあります。求人ボックス.com さんの調べのね、平均年収でアートディレクターは449万円とあるんですが、どういったデザイナーを束ねるか、どういったスキルを持っているのか、どんな会社に属しているのか、というようなね、能力で、またこれ変動があるんですね。僕の場合ですね、大手広告代理店系列のグループのアートディレクターということで、年収でだいたい750万から850万円のレンジで、所用によっては変わるんですが、知ってる限りではですね、こういうふうにね、D とか H 系列のクリエイティブに割く人件費っていうのは結構高めに設定されていますね。クリエイティブの、価値をね、高く、買っている会社ってことですね。はい。で、クリエイティブ業種ではね、実はね、ヒエラルキーっていうものが存在するんですね。さっき話したような、大手の広告代理店とかっていうのもヒエラルキーのかなりトップの方には属してはいますと。世間的にデータはないとは思うんですが、僕の経験上ですね、確実にこういうクリエイティブの業種とか業界っていうのはね、階層が存在してるんですね。これっていうのはデザイナーとか AD とか、CD とか、アートディレクターとかクリエイティブディレクターとかいうそういう階層ではなくて、大手広告代理店とか、大手コンサル会社のクリエイティブとか、タレント級のね、クリエイターとかっていうのが、このクリエイティブ業界のもう、ほぼトップにいてですね、で、お金を潤沢に持っている企業っていうのは一度そこに、その、3社ぐらいに仕事を発注して、そこから、グループの制作会社とか、プロダクションとか、フリーのクリエイターとかっていうところに発注していきますと。受けていくと。で、そしてさらにその孫受けなんかに発注することもあったりしますと。ひどい時はね、もうそのひ孫受けみたいなものも、存在していますね。AD であってもですね、元請けのデザイナーの方が偉いから逆らえないみたいな状況っていうのは結構ありますね。はい。ただですね、こういった古いね、慣習っていうのはね、廃れていくかなとは思っています。まだまだね、さっきのヒエラルキーっていうのは存在するんですが、昨今のテクノロジーの著しい発展の中で、昔ながらのこういったヒエラルキーっていうのはね、壊れていくとは思います。去年自分もですね、ある案件で、ベテランのクリエイティブディレクターと仕事したんですが、デジタルのこと何にも分かってなかったですね。分かってないと。そうなんだけど、その人の言うことは絶対服従みたいなね、状況っていうのがありました。でもですね、そういったクリエイターっていうのはね、テクノロジーのこの流星によってね、おそらく淘汰されていくとは思いますね。その昔、社食っていうものがあったんですけど、社食の時代に Mac が登場して、ほとんどの乗り遅れたこの職人さん、社食の職人さんっていうのは一斉に淘汰されたようにですね、今で言うとデジタルのことが、ほぼほぼ分かってないというようなクリエイターっていうのも、淘汰されていくんでしょうねとは思いますね。収入の話を何でして、ヒエラルキーの話を何でしたかっていうとですね、デザイナーっていう価値をですね、どんどん変えていかないといけない時代になっているんだと。今のデザイナーの収入っていうのは、今の時代の世間が決めたデザイナーの価値であるということですね。さっきのね、古いヒエラルキーも踏まえて、今のデザイナーの収入イコール、今のデザイナーの価値であると。なので、その価値をね、収入を上げていくためにはですね、デザイナーの価値っていうのをどんどん上げていかないといけないと。かなりですね、今の平均収入だけ見ると少ないんですよね。僕の収入でもですね、全然少ないと思っています。僕の実力のなさでもあるんでしょうけども、本来もっともっとね、デザインの価値っていうのはすごく高いものだと思っています。
そのためにですね、古い概念を捨ててしまって、デザイナー一人一人がね、価値を上げて、デザイナーの価値を世間の人に知ってもらう必要があるなと思ったために、このような、動画を配信させてもらいました。そのためにこうやってね、YouTube コツコツ作ってるんですけどね、全然うまいこといかないですね。相当難しいです。ただね、コツコツ頑張っていくしかないですね。そういうわけで今後ともデザインの力を信じて努力していく所存ですので、どうぞよろしくお願いします。はい、面白いと思った方は、チャンネル登録の方をお願いします。ではまた。